やっとこたつ布団をこたつから外した。春が来てからしばらく経つというのに、朝と夜の冷え込みに躊躇してずっと片付けられないでいた。今日のよく晴れた天気を機にしまおうと決心した。私は字を書くことがあまり得意ではない。最近は字を書く機会がめっきり少なくはなったけど、来月いとこの結婚式があるので、ご祝儀袋への数少ない執筆の機会がやってくる。ちょっとだけあがいてみることにした。字は得意ではないけど、決して嫌いではない。文字にはリズムがあって流れがある。その流れに乗ることができると呼吸も整ってくる。冷凍していたご飯が少なくなってきたので、また炊いておこう。玄米は米と米をすり合わせて傷をつけてやることで水分を吸収しやすくなる。それにしてもこの手つき、まるで何かにお願いしているみたいだ。せっかくなのでおいしいご飯が炊けますようにと気持ちを込めて研いでいこう。水は
お米に対して1.2 倍の量を入れる。塩を少し入れるとぬかの臭みが和らいで甘みが出る。あとはとろ火にかけてじっくりと30分炊いていく。30分経ったので火を止めて蓋をしたまま30分ほど放っておく。最近は食べる量が増えてきたので、1食分を山盛りの量で小分けにしておこう。お昼ご飯を作っていく。今日は三つ葉の卵とじにしよう。この玉ねぎは小ぶりなので一玉使ってしまおう。白だしを大さじ2、同量のみりん、水も同じくらい。玉ねぎと油揚げ、しめじ、三つ葉。この三つ葉は実家の庭に毎年勝手に生えてくるものをもらってきた。
三つ葉を軽くつゆに浸したら、卵を回し入れる。卵は汁物にも使うので少し残しておく。あとは蓋をして弱火にかける。汁物は卵スープにしよう。だし汁を火にかけて、みりん、醤油を色付け程度に、塩、卵を垂らすとふわっと花が開く。薬味に刻んだネギを入れれば出来上がり。ぬか床はちょっとだけ工夫をしている。しばらく使っているとぬかが水っぽくなってくるので、そこにスポンジを仕込んでおくのだ。結構水分が出てくる。ぬかは1週間に1度ほど全体をかき混ぜる。塩味が薄くなってきたので塩を足しておく。あとは冷蔵庫で2日ほど漬けておけば美味しいぬか漬けができる。
人と家にはそれぞれに見合ったサイズ感があるようで、数年前にもう少し広い物件に住んでいた時は、物は増えるのに掃除も片付けもままならなかった。今のこの部屋の大きさが今の自分には合っている。一週間前に入れた生ゴミがちゃんと土になっていた。なんだかとても嬉しい。さて、写経の続きをしよう。生ゴミだったものが土になって、土だったものが食べ物になって、食べ物だったものが自分の体になって、自分だったものがそのうち自分ではないものになっていく。そんな流れがある。身近な流れほどできるだけ健やかで心地よいものであってほしいと思うのだ。